皆さんこんにちは。世界的に近頃までゲーム産業で一番影響が強い国は日本とアメリカだったかもしれない。日本は日本電機、ニンテンドー、セガ、ソニー、タイトー、たくさんに。それでアメリカは80年代まであたりを含めていろいろあって IBM とか90年代からマイクロソフトの Windows で00年代から Xbox があってバルブの Steam もそれでミッドウェイも多分ミッドウェイゲームズの知名度は日本では低いのでみんなに紹介したいと思います。隅から隅までこの会社の歴史を説明すると誤解を招いてしまいそうと思うので大雑把に触れていこうと思います。もっと長い説明の需要があればそういう動画を作るかもしれない。早速最初からいこうか。ざっくり言うとミッドウェイはアーケードゲームが出てくる前からピンボールなどのいろんなゲームを作っていた。それらは当時アミューズメントゲームと呼ばれていたみたい。いろんな同業者と協力していて1969年からピンボールを中心にしていたバリーという会社に買収されてバリーミッドウェイとして知られていたのだけどミッドウェイ自体は活動し続けていずれアーケードゲームを中心にしていった。最初の有益な活躍は日本会社と協力してのものだった。タイトーさんのみんなの知ってるスペースインベーダーとナムコさんのパックマンとラリー X をアメリカで発売してアメリカのゲームセンターの刺激となったらしい。アメリカのソフト会社とも協力してビズパックマンとかも発売した。日本の会社セガさんとも協力しフリッキーというゲームとかも発売した。でもちろん販売だけでなくたくさんのゲームの開発もしていました。今でもゲーセンで目にするゴジラやコングに影響されたランページ、ジェームズ・ボンドに影響されたスパイハンター、いろいろ含めてたくさんのゲームを出して独占と言わんばかりに当時ゲームセンターに通ってたミーノはミッドウェイの筐体でゲームをプレイしていた。ちなみに前に言ったスパイハンターは日本の会社サンソフトはファミコンで発売された似ているゲームバトルフォーミュラーを開発して海外でスパイハンターの続編としてスーパースパイハンターの発売を強化したらしい。詳細は謎だらけっていろいろ確認できなかったけど日本の会社と協力したことが多いのがよくわかる。ゲームの時代が変わってきてアーケードだけでなくスーファミやメガドライブなどの家庭用ゲーム機も開発販売されるようになった。モータルコンバットという人気格ゲーどのゲーマーでも知ってそうなドゥーム64、そして今知名度ゼロでも当時日本でも人気あったらしいガントレットレジェンズすべてミッドウェイが開発だった。そしてスポーツのゲームも結構作っていた。NBA TM や NFL Blitz などいろいろあった。スポーツにあまり興味ない自分にも楽しみだ。その中でもハイトロサンダーはすごい好きだった。最近ゲーム配信までしてまた配信したいなぁと。それでアメリカでの販売の営業も大切。レア社のキラーインスティンクトもイートソフトウェアのクイックも販売した。その時代はやっぱりミッドウェイの全盛期だったみたい。でも全盛期があるなら低迷期もあるんですね。この後の開発したり発売したりしたゲームは全て不要だったわけではなくても売り上げは低下してきていたみたい。個人的にゲームキューブのスパイハンターのリメイクは楽しかった。ミッドウェイはどういうわけかシャドウハーツという RPG の海外販売担当にもなった。 RPG ファンとしてはずっとやってみたかった。本当に好評だったゲームもあった。それでもそのいいゲームの売り上げだけでは足りないし発売したゲームが酷評されることも何度もあって最初のメンツが潰れていたし借金も止まらなくて訴訟まであって会社の終わりの前兆が迫ってきた。巻き返すためにいろいろ頑張ったんだけど2010年に倒産してしまいました。本当に残念なことでした。最初に言ったけど
今回はざっくりな説明だったから不該情報を入れたくなかったけど、需要があったらもっと長めの動画を作りたいと思います。2010年までアーケードに通っていたアメリカ人にとってミッドウェイは誰もが知っている会社らしい。ほとんどの筐体はミッドウェイが開発か販売したゲームだと実感させられた気がする。もちろん倒産とともにいずれこういうゲームセンターはなくなっていくこともあった。自分の故郷にあったそういうゲームセンターのゲームワークスは2010年に閉店してしまった。ミッドウェイの倒産と同じ年ですね。時代の終わりと言えるかもしれないね。で、一番悲しいことはレトロゲームの知名度がだんだん低くなって当時の会社が知られなくなったり、ミッドウェイの存在もアメリカでも知られなくなりそうです。でもそのゲームを当時楽しんでいるとして微力ながらこのゲームの会社存在したと声を大きくして伝えたかった。アメリカでもこの動画が作られたけど日本では検索しても見たことがない。この2つの国はゲーム産業で歴史的につながっているので、ミッドウェイのゲームは何なのか、どの影響があったのか、マジで伝えたかった。ですから、ゲーム配信者として、これからもミッドウェイのゲームを配信とかでしたいなと思う。とりあえず、最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければ、高評価登録していただければ嬉しいです。バーチャルな猫部ですという中国猫としてレトロゲーム、インディゲーム、地理と旅行という趣味があるので好みに合っているなら立ち寄ってくださったら嬉しいと思います。日本語はまだ練習中なのでお手柔らかにお願いします。それではまたねー。